金を掘れば石が増え、石を掘れば金が増える。その石で町の中心を強化、農場を育て、旗本を雇い、最後はロケット砲まで打ち始める。今回紹介するのは、打ち上げれば終わらないエイジ・オブ・エンパイア法の日本分類、固い前線、素早い嵐、一箇所に育て上げる強力な農業経済。最初の一戦で勝ち筋が見えるところまで、一気に行こう。こんにちは、V デカヌメです。日本を一言で表すなら、本陣を育て、旗本と武士で押し出す分類。ゲーム内では8世紀後半から17世紀初頭までを扱い、武士、騎馬武者、女武芸者、患者、火薬兵と、時代が進むほど選択肢が増えていく。操作は少し多め。町の中心の強化、旗本の配置、領主、城主ランドマークの選択で、同じ日本でも軍と経済の形が変わるからだ。でも、自分で本陣を完成させる感覚はかなり強い。内政と軍隊が一本の勝ち筋につながる。そこが面白い。まず内政。日本は開始直後から建物の役割が少し違う。農家は家と食料集積所を兼ねる。人口を増やすために建てた農家をベリーや将来の畑の近くへ置けば、そのまま食料経済の中心になる。果樹場は鍛冶屋と金、石の集積所を兼ねる。さらに金を持ち帰ると石を持ち帰ると金が 20% 分ついてくる。これが日本の採掘ボーナス。一つを掘りながらもう一つも少しずつ準備できる。この金策が町の中心強化と時代進化をつなぐ。そして文明の主役、町の中心の段階強化。これは別の建物を建てる仕組みではない。今ある町の中心そのものを3段階で強化すると、防御が増し、周辺農場の収穫が上がり、出せる旗物の数も増える。現行データでは農場ボーナスが20、40、60%。安全な本陣の周りへ畑を集めるほど内政が段階的に伸びていく。ただし畑と町の中心をまとめた地域が重要になる。守りやすいけど、ここを包囲されると経済と防御がまとめて止まる。それは危ない。よし、次は軍。最初に覚えたいのは単体の強さより旗本の範囲だ。刀、弓、馬の旗本は近くの対応部隊を攻撃面で強化する。刀旗本は近接歩兵を 15%、馬旗本は騎兵を 10% 強化。旗本本人を前へ出しすぎず、主力が範囲内で戦える位置に置く。ここ大事。前線を受け持つのが武士。軍量を置き換える重装歩兵で、日本は暗黒の時代から生産できる。武士と騎馬武者には変更走行があり、攻撃を一度無効化する。使ったとも非戦闘状態で15秒経てば復活。最初の接触では見た目以上に粘る。ただ武士だけを並べるも全部は解決しない。足の遅い前線をどう支え、相手の後列何を当てるか。ここから兵種相性の勝負だ。女武芸者は足が速く何なの長い間合いを持つ系歩兵。耐久力で正面を受ける兵ではないけど、武士の後ろから攻撃へ参加したり、手薄な資源地へ回り込んだりできる。刀刃元の支援を受けた集団が一斉に攻撃する。よし、ここが日本の見せ場。名前が似ているけど、女武者は騎乗した射撃ユニット、多文明の石弓兵幕を置き換え、重装ユニットを狙いながら移動できる。正面からチアより武士が敵を止めている横から射撃、危なくなれば離脱する。この機動力が強い。帝王の時代まで進めば種子島鉄砲火事から大筒を使える。手薄の大砲を撃つ重射程歩兵で建物と密集した集団をまとめて吹き飛ばす。見た目最も派手、決定打の輪としては文句なしだ。ランドマークも勝ち筋を変える。量子進化は軍人寄りの甲賀の人と経済寄りの蔵、甲賀側から出る患者は敵の町の人へ変装し、建物を妨害し、発煙弾のような能力で短距離を移動する。扱いは難しいけど、相手の重要施設を止める役割は独特だ。最初の一本なら分かりやすい蔵が基本候補。蔵は万能集積所として働き、周囲へ無料農場を増やす。町の中心の農場を往来入るように置けば、日本の内政設計が1枚の画面でわかる。上司進化では宗教が分岐、龍門側は神官とより塩で建物を強化し、平等の礼拝所側は敵の攻撃力を弱める仏教層を使う。帝王進化は砦と広域を跳ねるカラス城下、大筒などの火薬軍を解禁する種子島鉄砲火事。どちらも入るけど、今回は種子島側を優先する。今回の基本形は龍門までの一本道じゃない。農家と河原で食料を整え、蔵で領主へ入り、相手を見て領主軍か龍門へ分かれる形だ。開始時は食料を中心にして、ウィリーの近くへ農家を建てる。農家で俵を研究したら、ウィリーを食料基盤にしながら蔵の進化に必要な金も確保。現行パッチの上位3人。5試合では農家、俵、果樹場、蔵が全試合に登場。バラックスも全試合で5分29秒までに完成していた。蔵での領主到達は4分25秒から7分7秒。中央値は4分45秒。水や食料配置でも変わるから、秒単位の丸暗記はしなくていい。領主に入ったら、相手の発分と自分の金を見る。5試合中4試合が全勝基地を、4試合がステーブルを10分以内に採用していた。圧力があるなら、全勝基地とやり、騎兵、武士、女武芸者や弓兵、上司進化に固執せず、食料と金を軍へ戻そう。食料と金、それに進化地点を守れるなら冬門。ただし10分以内の冬門は5試合中2試合だけで、どちらも同じプレイヤー。上司到達は8分39秒と8分56秒。最初の騎乗侍は9分1秒と9分24秒だった。残る3試合は領主で戦い、結果は1勝2敗。
この商標本だけでファストキャッスルが勝因とも量子継続が敗因とも断定できない。画面では5試合の行動を2分ほどに区切り、その時点の食料、木、金、石の収集速度中央値を表示する。これは町の人々数ではないから無理に食料何人とは換算しない。農家、俵、蔵、バラックスが並ぶ順序と領主での委託を色分けすれば流れは終える。覚えるのは秒数や人数の丸暗記じゃない。蔵までは共通。領主で相手を見て委託。危険なら軍、安全なら冬門。この判断だけ持ち帰ろう。日本の勝ち筋は本人の農場経済を育て、旗物の範囲内で不死権の前線を押し付けること。そこへ女武芸者の数、騎乗兵の機動力、助手以降の女武者や工場兵器を貸して相手の回答を上回る。逆に苦しいのは町の中心強化と深海資源を使っている土地を強く攻められる展開。町の中心だけを見ていると危ない。石膏で相手の育成書を見て必要なヤニマスの中心や次の強化を遅らせて軍を出す。もう一つは武士と女武芸者だけで遠隔火力へ突っ込むこと。投石機、騎兵、1取りを使い主力が敵へ触れるまでの時間を作ろう。シレンさんのチャンネルには日本の進化を6パターン試して配信、暗黒ラッシュ、日本でのチーム戦、女武者を主役にした配信が残っている。採用条件を満たす場面があれば町の中心強化、旗物と主力の集団戦、女武者の機動性を短く差し込む。見つからない場合は同じ役割を示すユニットカードと編成図で説明。古い配信は現在の数値説明には使わず、このユニットは実戦でどう動くのかという雰囲気だけに限定する。日本は強い本陣を自分で組み上げ、武士だけでなく多彩な部隊を旗本でまとめる分で、守れる農場配置を考えるのが好きな人、軍隊を組み合わせて正面戦を制したい人、そして何より武士や女武者を使いたい人に向いている。最初の一戦では蔵戸内の中心強化から始めて旗本を主力の近くへ置く。まずはこの2つ。盤面の形が一気に日本らしくなる。次回の文明図鑑で見たい文明や日本で一番好きなユニットもコメントで教えてね。よし、次の戦場で会おう。砦かの目でした。